皆さん、こんにちは。突然ですが、クイズです。画面を見てください。この2つの言葉には、カレーという言葉があります。カレーの部分のピッチパターンは同じでしょうか？それとも違うでしょうか？正解は違います。カレーはカのピッチが低く、レのピッチは下がりません。ところが、カツカレーはカレーのカのピッチが高く、レのピッチが下がります。つまり、カレーの部分のピッチパターンは全く逆になってしまっているのです。どうしてこんなことになるのでしょうか？カレーは一つの独立した単語です。それに対し、カツカレーはカツとカレーという二つの単語が組み合わさってできた単語です。このように単語を組み合わせてできた言葉を複合語と言います。そして複合語のピッチパターンにはいくつかルールがあります。このビデオではそのルールの中の一つについてお話しします。複合語には前の単語と後ろの単語があります。複合語の前の単語のピッチパターンはすべて平板型になります。つまり前の単語はどんなピッチだったとしても複合語になると必ずピッチが下がらなくなります。複合語のピッチパターンで重要なのは後ろの単語です。なぜなら後ろの単語の拍数とピッチパターンで複合語全体のピッチパターンが決まるからです。この動画では後ろの単語が3拍または4拍で平板型か小高型の場合について説明します。平板型と小高型については前回の動画でも説明しました。顔にある鼻のような助詞のピッチも下がらないパターンを平板型と言い、植物の花のような助詞のピッチだけが下がるパターンを小高型と言います。平板型と小高型は助詞がなくなるとピッチパターンが同じになります。かつはかのピッチが高くなり、つのピッチが下がります。カレーは最初のかは低く、レでピッチが上がり、そのまま下がりません。カレーは平板型です。カツカレーは最初のかのピッチが低く、その後ピッチが上がり、レで下がります。このようにピッチカーブを一つの山のような形にすることで、カツとカレーという単語が一緒になって、カツカレーという新しい一つの単語になったことが表せるのです。ルールをまとめます。後ろの単語が3拍または4拍で、平板型か小高型のとき、後ろの単語の2拍目からピッチが下がります。後ろの単語がこの条件に当てはまらないときは、他のルールがあります。それについては、また別の動画で説明します。さっき私は複合語のピッチパターンで重要なのは後ろの単語ですと言いました。では、カツカレーのカツの単語を入れ替えてみましょう。エビ。エビはエのピッチが低くなり、ビのピッチが上がります。
カレーはカのピッチが低くなり、レのピッチが上がります。エビカレーはエのピッチが低くなり、ビのピッチが上がった後、レのピッチが下がります。つまり、カツとエビのピッチパターンは全然違うのに、カツカレーとエビカレーのピッチパターンは同じになってしまうのです。何々カレーという複合語のピッチパターンで重要なのは、後ろの単語であるカレーなのです。カレーの前の単語のピッチパターンがどうであろうと、複合語にした時のピッチパターンはすべて同じになるからです。では、ここで前の単語を入れ替えて、いろいろなカレーを発音してみましょう。まず復習です。カツ、カレー、カツカレー、エビ、カレー、エビカレー。では、新しい単語で練習しましょう。ビーフ、カレー、ビーフカレー、ポーク、カレー、ポークカレー、シーフード、カレー、シーフードカレー、野菜、カレー、野菜カレー、インド、カレー、インドカレー。次は、後ろの単語もいろいろと変えてみましょう。後ろの単語を選ぶときは、3拍か4拍で、平板型か小高型の単語を選びました。この条件に当てはまらない場合は、ルールが違いますから気をつけてください。それでは、複合語のピッチパターンを予想してください。腕、時計、腕時計、夏、休み。休みは小高型ですね。夏休み。雪、祭り。雪祭り。事故、紹介。自己紹介。グループ、活動。グループ活動。海外。旅行。海外旅行。国際。関係。国際関係。合計。金額。合計金額。社会。問題。社会問題。まとめです。複合語は単語を組み合わせてできた言葉です。複合語には前の単語と後ろの単語があります。重要なのは後ろの単語です。この動画では後ろの単語が3拍または4拍で平板型か小高型の場合について説明しました。この条件では後ろの単語の2拍目からピッチが下がります。
例えば、カツとカレーでは、カツカレーのように例のピッチが下がります。他の種類の複合語については、また別の動画でご紹介します。最後まで見てくださってありがとうございました。